皆さんこんにちは。今日は血糖と心臓病の関係のお話です。血糖の異常っていうと糖尿病を思い出しますよね。で、私はまだ完全に糖尿病って診断されたわけではないから大丈夫って思っている方いらっしゃると思います。本当でしょうか？で、血糖値と心臓病の関係はとても深いんです。しかも糖尿病と診断される前から深くなり始めるんです。今日はそのことをぜひ知っておいていただきたいと思います。最初、糖尿病のお話をします。糖尿病っていうのはほとんどの場合、インスリン、これホルモンなんですけれども、膵臓から分泌される血糖を下げるホルモンですね。その作用とか分泌量が不足して血糖値が高くなる病気なわけです。糖尿病、尿の糖ですよね。でも血糖値が高くなるんですね。これは大昔エジプトとかの時代からですね、おしっこするとアリが群がる人がいたと。で、それで始まった名前なんですね。ですから糖尿病。今では尿ではなく血液中の濃度で見ます。何が問題かと言いますと、失明とか腎不全、足の切断、そういうのが必要になっちゃったり、あと心臓病などの合併症が出てくる。それが問題になるので、糖尿病気をつけましょうと言われているわけですね。で、その三大合併症、この指名時という順番で起こるんですけれども、まずは神経症、全身の神経がやられます。この両足の裏のしびれとか、足が痛い、便秘と下痢を繰り返すとか、立ちくらみとか、神経全身にありますからね、そういうところが侵されると。で、糖尿病って言われて、3年から5年ぐらいから意外とですね、足の裏なんか靴下1枚履いてないのに履いてるような感じがするとか感じ始めます。で、網膜症。目は網膜症なんですね。これ眼底出血とか網膜剥離とか、これ成人になって失明する原因の第3位です。で、しばらく前は第1位だったんですけれども、第1位は緑内障。ね。で、第2位はですね、別の病気が入ってきて第3位になりました。発症後から10年で、目が見えなくなるというふうに言われるんですけれども、これ大人の場合はほとんど大丈夫ですよ。これ子供の特殊な糖尿病で、例えば小学校5年生の時に急に発症する、そういうタイプがあるんですね。で、子供ですから、インスリン打つの嫌だ、友達がケーキ食べてるから自分も食べたいと言って、コントロールできない血糖値が常に300とか400ある人を追っておくと、7年目ぐらいに目が見えなくなっちゃうと。そういう場合です。で、大人の場合はそこまでの方はそんなにいらっしゃらないので、例えば50歳で診断されて57歳で目が見えなくなる、そんなことはないですけども、でも放っておくと失明やはりします。これは腎臓ですね。腎症で最終的には透析になります。これは相変わらず大人になって成人になっての透析導入の第一で、発症15年目にそういうふうになると書いてありますけれども、じわじわ来るというものですね。三大合併症っていうのはこの絵に書いてありますように、ヘモグロビン A1C、これは血糖のコントロール状況を示す検査なんですけれども、それが悪くなるほど高くなるほど発症率が高くなるという綺麗なデータがあります。これはイギリスの UKPDS っていう研究のデータです。心臓病、この関係はどうかと言いますと、さっきの三大合併症ほど良好な関係じゃないんですね。A1C が低いからといってなりづらいっていうわけじゃないっていうふうに見てください。で、それは高血糖だけが原因ではないからというふうに言われています。常に血糖が高いっていうのが原因ではないということですね。で、どういう原因かっていうと、常にではなくて、食後だけの高血糖、あるいはコレステロール、血圧、他の要因があるということですね。で、食後だけの高血糖、今日はこの話を特にしたいんですけれども、これを食後高血糖というふうに言います。内臓脂肪が多くなっちゃったり、あるいは若い頃に比べて太った人、メタボリック症候群、ウエスト85センチってありますよね。で、私82センチだから大丈夫と言っても、若い頃は例えば72センチぐらいだったら、その10センチ増えたのは内臓脂肪の蓄積ですから、その絶対値に関わらず
血糖値に異常が出てる可能性が高いんですね。で、この食後高血糖の問題点はですね、お腹空かせた時の採血では正常なんですよ。ですから健康診断で、今日は検診だから朝一9時から行こうと。で、検診だから朝ごはん食べないで行こうと。そうすると血糖正常だったりするんですね。例えばうっかりですね、8時ぐらいにご飯食べてしまって9時に採血したと。そのぐらいだと血糖が高いですよって言われたりするんですね。で、食後高血糖っていうのはご飯食べた後だけ、1、2時間の間血糖が高くなると、そういうような状態だと思ってください。一応これ糖尿病の前段階なんです。内臓脂肪が蓄積したと。そういうふうになると、この右のグラフで緑色の線、これ豆腐化試験っていう、サイダーみたいなジュースを飲む検査昔やったんですけれども、これの正常な人のパターンです。飲む前が90ぐらいの血糖値で、30分目110、1時間目115ぐらいまで上がると。正常でもこれ140までは食後上がらないってなってるんですけどね。で、そこで収まるんです。で、2時間目にはもう正常になると。で、紺色の線がですね、これが、食後高血糖の人です。お腹空いた時は正常。で、2時間目ももうかなり130ぐらいまで下がってると。だけど、30分目、60分目が高いですよね。175とか185。お腹空いた時に比べて、95ぐらい上がると。上がる程度は様々ですけれども、そこのところだけ正常値よりも外れてしまうっていう状況に、まずなります。で、それがですね、時間が経ちまして、だいたい10年、15年、同じような生活習慣をしていますと、今度は赤い線になります。朝ごはんを食べないで採血に行っても、もう血糖値が130ぐらいになって高くなってると。で、その後どんどん上がって2時間目もまだちょっと高くなって3時間、4時間経たないと下がらないと。これが見つかってしまったら本物の糖尿病というわけです。で、赤い線はもう目と腎臓と神経も異常きますし、心臓も異常くると。青い線は、特に心臓、狭心症、心筋梗塞、心不全、そういう病気になりやすい状況なわけですね。で、今ちょっと言いましたけれども、この青い線になるとどうなるのか、その先に待っているものは心臓病と。で、狭心症、これ動くと胸が痛くなる。階段登ると胸が締め付けられるような感じがすると。でも休むと治る。労作性狭心症とかになるわけですね。あるいはそれになる前に心筋梗塞。別に動いてもないのに急にすごく胸が痛くなる。命を奪うんです。この心筋梗塞は死ぬことがあるんですよね。で、激烈な胸痛が30分、1時間続くというそういう病気。で、あるいは心不全にもなるんですね。この内臓脂肪が蓄積して食後血糖が高くなると心臓の細胞の質が悪くなって動きが悪くなるんです。で、動悸、息切れ、倦怠感、そういうのから始まるわけです。どうも最近階段登ると息がははしやすいってなったら、もしかしたら心不全の始まりかもしれません。で、狭心症、心筋梗塞も含めた心臓病の最終形でもあるんですけれども、最初から心不全だけという人もいます。で、糖尿病って診断される前に食後高血糖の段階で心臓病になることが多いということはぜひ知っておいてください。で、そこで、内臓脂肪を溜め込まない。これは食後高血糖を引き起こさない一番いい方法なんですけども、7か条と考えていました。よく食事を制限して運動しましょう。一口で言いますよね。で、そうなんですけれども、もうちょっと細かくですね、具体的に目に見えるように書いてみました。まず一つは食後にゴロンと横にならない。お腹パンパンになると、なんか横になりたいですよね。座ってるとなんか息苦しくなっちゃうと。そもそも苦しくなるほど食べないでほしいんですけれども、ゴロンと横にならないで座っていると、背中とか腰の筋肉、ちょっと力入れるんですよね。そうやって力入れていると、そこにですね、血液中の糖分がスーッと入ってくんです。何にも力入れとかないと筋肉に糖が入りづらいから血糖が高いまんまになるんですね。ですから、横にならないだけでも違います。
本当は食後に立ってるとか、あるいは食器を片付けて食器を洗うとか、なんかそんな活動する、そういうことの方がいいんですけれどもね。で、着替えて外に散歩に出るとかできればもちろんいいですけれども、そういう人はほとんどいないので、せめて横にならないでくださいと僕は言っています。で、2番目はこまめに動き回る。これもですね、1日30分1時間外でちゃんと有酸素運動しますとか、そういう人はいいんですが、そういうのなかなかできない人多いですよね。ですけれども、日常活動の活動量を上げる、これは最近厚労省も推奨してるんですね。で、ちょっと動くとさっきと同じですね、筋肉に力が入りますから、血糖値がそこでちょっと下がるんです。で、そういうのを日常活動の途中でいろいろやると、非常に、糖尿病をひどくさせない、あるいは食後高血糖を、悪くさせない、で内臓脂肪を、蓄積させないためには有効だということです。で、3番目、十分な運動時間を取れない時っていうのは、日常動作で膝とももを少し高く上げて歩くんです。例えば自分の部屋からトイレに行く数メーターぐらいしかなくってもですね、そこの最中、膝をですねちょっと高く上げて歩く、それだけで、やっぱりちょっとだけですけども血糖値は下がるし、内臓脂肪もたまりづらくなるんですね。日常活動で動くことは、結構いくらでもあると思いますから、そこを利用して、移動を運動に変えるというふうな心構えでいってください。で、4番目はゆっくり食べる。ゆっくりってどのぐらいかというと、20分が目安と言われています。食べ始めてから食べ終わるまでが20分です。ですから途中でお箸を置いてちょっと間を取っても別に構わないですね。20分経つとですね、脳からですね、レプチンっていう物質が出て、もうお腹いっぱいになったって思うんですね。そうじゃないと、お腹がパンパンになってもまだ空腹感っていうのがあるから食べちゃうんですね。で、そういう意味もありまして、ゆっくり食べるっていうのはいいですし、ゆっくり食べると吸収もゆっくりになりますから、血糖の上昇もゆっくりになりますよね。そうすると、膵臓から出るさっき言ってたインスリン、その分泌も穏やかになります。で、インスリンっていうのは太るホルモンなんですよ。たくさん出て血糖をビュッと下げるのはいいんですけども、出過ぎると太るんですね。ですからちょっと出て血糖をヒュッと下げてくれれば一番いいと。そういうことで、ゆっくり食べるっていうのはすごく重要だと思ってください。で、あと寝る前、ここでアイスキャンディーとかですね、果物、そのぐらいだったらいいかなと思う、そんなものでも食べないんです。うまいワインやラーメンをやと。夜ラーメン食べたくなってきちゃったりしますよね、飲んだ後なんか特にね。で、そういう糖質系とかをたくさん普通に摂ると、4食目なんか食べちゃうと、これは太りますよね。それはもう皆さんご存知だと思います。で、意外とそのアイスキャンディー、これほとんど水みたいに思うかもしれませんけれども、太るんですよ。9時過ぎたら食べないと。水にしましょう。で、6番目。いろんな食品を食べる。これ、栄養士さん必ず言いますよね。1日20品目とかね、30品目とかね。絶対無理ですよね、30とかね。でも、多ければ多い方がやっぱりいいんです。これですね、一つは腸内細菌がですね、変わるんですよね。いろいろなものを食べた方が太りにくい腸内細菌が増えるんです。今ではサプリメントでいろんな栄養を取ったりしてますけれども、その化学物質で考えるとサプリメントで足りるかもしれませんけれども、そういう人って腸内細菌が太りやすくなってるってデータちゃんとあるんですね。和食でですね、ひじきとか、なんかよくわかんない細々としたのが出て、子供の時はなんでこんなの食べるんだろうなと思ってましたけれども、そういう細々としたのを食べるっていうことが太りづらい体にするということでいいわけです。そういった意味で和食っていうのは世界から太りにくくさせる食事として絶賛されているんですよ。で、最後、食事が終わって今度は気持ちの問題、イライラしない。ストレスがあるとですね、食べるんです。食べるとですね、脳のこの幸せになるホルモンが出るんですよ。で、ストレスを忘れるんですよね。でも、やっぱり痩せようっていう時は他の方法でストレス発散。
なんか買い物いっぱいしてですね、貯金がなくなって物買えなくなって食べれなくなったって痩せますけど、そういう変な痩せ方はちょっと嫌ですよね。もうちょっと別の方法でストレスを発散して取らないようにというふうにしてください。やっぱり意思がちゃんと必要ですから、それが働くレベルに持っていかないといけないですね。この辺がですね、日常活動で覚えててくれれば、ちょっとできることだと思うんです。で、ぜひ、日常活動の中で、太らない努力というのをして、で、食後の血糖値を上げずに、そうすると、心臓病にならないで済みますから、元気な生活を送るようにしてください。